じゃあちょっと入れていきますね。
前にあるだけでこれですからね。すごいな。高圧洗浄の音は聞こえるので、結構音は油が落ちきってる感じですね。ただ多分すっごい硬い油が残ってる可能性もあるので、やっぱ最後カメラで確認したくなって、あと何回かドライヤーやってきますね。お客様、すいません。もしよろしければ缶の中一緒に見ていただければと思います。でこれが台所の排水管で、ここが入れたメータスですね。よろしいですか？はい。入れてきます。入れてって、でこれでここの床を越えて、この建物の基礎上を転がしてるような配管になって、横向いたところで、ここでちょっと水が溜まっちゃってるかなっていうところではあるんですよね。ただ油汚れは一切ないので、でまた曲がって、よいしょ。でまっすぐいって、この辺からは水溜まってないですね。でなんかここが何かとなんかキャップですかね、この白いのは。ちょっと何かはわからないんですけども、引き続きちょっと入れていきますね。で入れてって、でもうこの辺も水が溜まってないんですけど、ただもうこの辺から油があれだけ出てきたので、ギットギトだったはずなんですよ。ただこんなさっき水バーッと流して溜まってはないので、もし勾配が悪かったりしたら水が溜まるはずなんですけど、そういった形跡も一切ないので、缶自体はすごく調子がいいんですけど、こんなに油が溜まるもんかねっていうぐらいなでこれがさっきの油を受けてたやつなので大丈夫ですね。5メートルぐらいってことか。そうですね、5メーターであの量なので、まあとりあえず落ちきったのでよかったです。よかったよかった。綺麗になったらそうですね。これがあれなんですよ。台所がお2階で同じような油の量とかだとものすごく大変だったりとかするので、まだ1階なのでやりやすくてよかったですよね。単純だからねそうです。正直な話、給水管も排水管も単純な作りほどいいんですよね。曲がりが少ない、まっすぐカクカク、45度とかもあったりするんですけども、曲がりが少なくて単純な配管の方が私
ちからしても作る側からしてもコスト的にもあることはないですよね。まあ、わざわざそんな難しい作りにする職人もいないんですけど、そうせざるを得なかった理由もあったりはするとは思うので。でもすごい綺麗になった。そうですね。ここに水が溜まってるっていうのは、今どこに？ロッテルさんのここが蛇腹ホースからこの床を抜けて一発目の曲がりのところですね。だからちょっとそこだけあれなのか。ちょっとだけ下がってるというか。下がってるので、まあ、むしろこの辺で油ががっつり詰まっちゃうとかならまだわかるんですけど、さっきの感じ入れて1メートルぐらいで5メートルのうちの4メートル先ぐらいからもう油がっつりやったので、ちょっと珍しいなーっていう感じではあります。まあ多分40年分のだね積み重ねでなったとは思うので、とりあえずこれで一安心ですね。予防としてはお水をシンクいっぱいに張ってあげたりとか、お鍋のお水を一気にドバーとかって流してあげると油汚れが一気に外まで押し流されるような感じにはなってくるので、そういったことをやっていただければかなり持つんじゃないかなとは思うんですよね。積まれてこれ15年とかでやれば、今までよりは詰まる頻度はかなりきりなく、あとたまにいらっしゃるのはその高圧洗浄ちっちゃい家庭用のやつをお持ちで、じゃあ原因分かったからじゃあ半年に1回ぐらい自分たちでやってみるわっていうお客さんもいたりするので、ああいうのってあるのか、そういうアタッチメントみたいな。そうですこういったワイヤーが、付属品ではなくて別作りであるので、5メートルぐらいであれば、例えば外から入っていかなくても中からここからあとはやってあげて 2.5 ずつ入ってくれればお互いいてこいで清掃できるっていう感じになるので、詰まる前にやってあげる。硬い油とかになっちゃうとちょっとややこしくなっちゃうので、やわめの油の時に落としてあげるとかでも、やわめの油だったら家庭用のやつでも結構落ちちゃいますね。あと台所を復旧させたり外回り高圧洗浄かけて、全部終わったらまたお声かけさせていただきますね。